皆さんこんにちは、ルーガルです。今回は白味噌の濃厚な旨味を最大限に生かした和食を作っていこうと思います。材料はこちら。では、作っていきましょう。ルーガルクッキー。まずはじめに野菜の下処理を行っていきます。野菜を下処理するとき、こんな感じに下にボールを引くと、後の掃除が楽になります。まず、人参をピーラーで皮を剥いていきます。こんな感じに皮を剥きましたら、次に玉ねぎも同様に皮を剥いていきます。皮を剥きましたら、玉ねぎの方は芯がありますので、芯を取り除くのですが、芯に関してはこんな感じにブティナイフの先端を用いてくり抜いてください。面倒だと思う方は切り落としてもらって大丈夫です。玉ねぎはこんな感じに大きめに切っていきます。野菜はこんな感じに大きさを揃えて切っていきます。大きさを揃えることによってそれぞれの野菜が均等に火が入るため仕上がり時間を合わせることができます。今回はこれぐらいの大きさに野菜を切っていきます。香味野菜の処理ができましたので先に炒めていきます。フライパンにバターを引き焼いていきます。今回はバターを使いましたが、バターは白水と相性が良いので使っています。サラダ油でも美味しく作れますので、そちらを使っていただいても結構です。こんな感じに野菜を加えましたら、軽く混ぜていきます。ある程度混ぜましたら、残りの野菜の下処理を行っていきます。ナスはこんな感じにヘタの部分に斜めから包丁を入れます。そうすることで食べる面積が大きくなります。まだナスはこんな感じの大きさに切りましたら塩水に浸していきます。ナスを塩水に浸す理由としましては、ナスにはポリフェノールという成分が豊富に含まれています。このポリフェノールは空気に触れることによって酸化し、黒く変色してしまいます。その酸化を防ぐために塩水に浸します。塩水に浸すことで塩の成分がナスの周りをコーティングし、酸化を防いでくれます。ナスの処理が終わりましたので、小松菜、生姜も同様に切っていきます。野菜の処理をしている間にある程度香味野菜に火が通りましたので、軽く塩をまぶしていきます。塩をまぶす理由としましては2つありまして、1つ目はそれぞれの段階でしっかりと下味をつけるためです。2つ目は浸透圧するより野菜の水分を出すことです。野菜の水分を出すことによって旨味が凝縮します。その理由としましては、野菜の旨味は野菜に含まれる水分に溶け込んでいます。この野菜の水分を浸透圧により出し蒸発させることで野菜に含まれている旨味成分を凝縮することができます。まだ先に香味野菜を炒める理由ですが、香味野菜は旨味の強い野菜でしっかり炒めることによって旨味が増強するからです。ここにナス、小松菜の茎を加えていきます。小松菜は葉っぱと茎を分けて加えてください。ある程度混ぜましたら、ここに鶏ガラを加えます。鶏ガラを加えることによって旨味を足します。食べた時に美味しいと感じる旨味の成分はアミノ酸です。鶏ガラにはアミノ酸が含まれていまして、調味料として加えることで料理にアミノ酸が追加され美味しくなります。さらにアミノ酸が複数種類加わることによって旨味の相乗効果によりさらに料理が美味しくなります。軽く混ぜましたら次に洋梨、みりん、白味噌を加えます。ここでポイントですが、
焼くことで香ばしさが増すからです。こんな感じに混ぜましたら、小松菜の葉っぱを加えます。小松菜の葉っぱに火が通りましたら、最後に生姜を加えます。生姜を加えることによって香りをつけます。生姜はお好みですので入れなくても問題ありません。こんな感じに混ぜましたら、塩、胡椒で味を整えて完成です。では、盛り付けに移っていきましょう。まずはじめにお皿の真ん中にこんな感じに盛り付けます。柱ので整えて、最後に上から煮汁をかけますと完成です。白味噌の濃厚な甘みの深い旨味に、後から生姜のアクセントが、さらには野菜の程よい歯ごたえと小松菜のシャキシャキ感が感じられ、最高に美味しいです。ぜひ作ってみてください。